はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は不定期更新の株式投資の報告動画となっております。私、オーノマンは趣味と実益を兼ねて数年前から株式投資を行っております。残念ながら今のところ実益は伴っておりませんが、私の投資資金は40万円ほどです。それをもとに信用取引を使って順張りのスイングトレードをするのが私の投資スタイルであります。前回は7月までの結果を報告したので、本日は8月、9月、10月の報告をしたいと思います。結論から先に申し上げますと、かなりやばい状況となってます。まずは8月です。儲けを勝ち、損を負けとしますと、8月は2勝1敗。儲けた金額は 27,699 円。損は1,756 円。月間で 25,943 円の儲けとなりました。その結果、私の投資資金は7月末の41万1000飛んで2円に 25,943 円を加えまして、43万6,945 円となりました。8月の取引を振り返りますと、こちらの銘柄をご覧ください。銘柄コード9101の日本郵船です。私はこの銘柄を8月2日3,500円のここで買い、そして8月16日株価が5日線を割り込んだ3,759 円のここで売りました。約 7% 上昇となる 25,000 飛んで94円の儲けとなりました。私がここで購入した理由は、株価が全ての移動平均線の上にあること、さらにその移動平均線が右上の上昇を向いていたこと。なぜなら私は順張り派だから。ただ本当の買うべきポイントはここでしたね。調整売りが終わった後のこの上昇、ここが超大事なポイント。底値から少し上がって調整売りが終わった後のこの上げ、これが買いの基本的なパターンです。多分私はここで買いそびれたから、その後値下がりしなかったのでここで買ったのではないでしょうか。忘れましたが、それくらい株価はたった1日でも状況が変わっていきます。生倉越えて株価のチェックを怠っていると状況が一変します。株価は鮮度が命。基本私が株を買うのは夜当日の値動きを見てからの翌日の朝一番の寄り付きです。今回は購入した日は陰線とはなりましたが、その後の上昇を見事に捉えることのできた良い取引だったと思います。ただ一つ付け加えるとするならば、この取引終了後安心せずにこの後の値動きも注視すべきでした。売却した後再び株価が5日線を超えたここで買っていたら、その後の上昇も取れていました。っていうか、このまま上昇するならここで売る必要なくねと未来が見える話をしないでください。あなたは株価の未来が見えるかもしれませんが、残念ながら私は見えません。もしかしたらこのまま保有していたら株価が値を下げていったかもしれません。だから売りました。その判断材料となるのが、株価が5日移動平均線を陰線で割り込むことでございます。続いて9月です。いつも動画をご覧いただいているあなたに大切なご案内がございます。なんとこの度私、メンバーシップを開設することにしました。気になる特典は2つ。1つ目、あなたに感謝します。そして2つ目、動画にしていただいたコメント全般に対して私は優先的に返信します。この内容で月々たったの490円。続いて9月です。9月の勝敗は2勝6敗。儲けた金額は
32,422 円、損した金額は34,348 円、月間で1926円の損となりました。その結果、私の投資資金は8月末の43万6945円から1926円を引き、たまたま入った配当金3556円を加えまして、43万8575円となりました。9月の取引を振り返りますと、こちらをご覧ください。銘柄コード7269の鈴木。私はこの銘柄を8月2日、5677円のここで買い、9月11日、5692円のここで売り、約 4% 上昇となる 24,635 円の儲けとなりました。ところで私はなぜここで買ったのか。先ほども申し上げたように、基本私は前日の値動きを見て、翌日の朝一番の寄り付きで買います。前日陽線だったので、翌日注文しましたが、思わず高値となってしまいました。あとですね、落ち着いて見てみると、株価が底を打ってから3ヶ月ほど経過しています。株価というのは3ヶ月単位でトレンドを変えます。3ヶ月間上昇し、3ヶ月間下落する。または倍の6ヶ月間上昇し、3ヶ月間下落するみたいな。残念なことに私が買った2日後から株価は下げに転じました。私はこの下げに対して手締まうこともできずに、株価の行方を指をくわえて眺めているばかり。ここなんですよね。本当に勝てる投資家になるか、一般ピーポーで終わるかの境界線は、株を買うということはこのまま上昇すると自分は思ってるわけです。ところが意に反して値下がってしまった場合、勝てる人は自分の判断が間違えたんだと思って損切りします。ところが勝てない人というのはその損切りができません。損切りをすると損が確定するからです。だったらこのまま持ち続けてたらいつかは戻ってくるんじゃないの？確かにいつかは戻ってくるかもしれません。しかし戻ってこなければそれでおしまいです。しかもその保有期間、その期間はその資金を運用には使えません。で、話を戻しますが、今回ご覧のように値を下げていきましたが、株価が戻るようにも私は思ってました。それは青色の60日移動平均線が上昇していたからです。すると私の予想通り、株価が60日線で跳ね返されるとそのまま上昇していきました。株価は移動平均線に当たると跳ね返るという傾向があります。跳ね返らなかった場合は最悪です。私は今回株価が戻った安心感から、株価がまだ5日線の上にいるにもかかわらず、ここで売却してしまいました。本来の売るべきポイントとしては、株価が5日線を陰線で割り込んだここです。今回はたまたまうまくいったパターンでした。9月はたった2勝で大きな儲けを出せたにもかかわらず、小さな負けを多発してしまったため、せっかくの儲けを吐き出す結果となってしまいました。そうですね、目先の株価の値動きや情報に踊らされた一月でした。ネットニュースや前日のニューヨークマーケットなどですね。そしていよいよ問題の10月の取引です。すいません。動画が長くなってしまったので、次回へ続く。ということで、もしこんな株式投資好きの無職の男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。合わせてメンバーシップも募集しています。それでは皆さん、バイバイ。